皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の17日ですね。曜日は木曜日ということで、時間がまたしても大幅に遅れまして、今日本時間の夜の9時、50分ですかね。予定よりも50分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、韓国社会を根本的に変えつつある韓国市民運動を先導する市民メディアニュースタパとは何かと、ダハって書くタパって読むんですね。とは何かのナンバー1というのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブ通算が2869回ということで、いつものように一元放送でツイキャステレビの媒体を使って、放送してます。今のところ音声も映像も問題なく配信されているということですね。ということで今日の放送を開始したいというふうに思います。最初はいつものように、昨日はお休みだったんで、一昨日火曜日のメインテーマですね。これをなぜ日本の公務員の個人責任は一切問われないのかというのがメインテーマでしたけど、これのYouTube 表紙がこういうふうに作ってくれました。なぜ公務員の個人責任は一切問われないのかということですね。ということで、現時点での視聴者数がツイキャスで409名、YouTube で600名ですから、全部で1009名様ということですね。それから次にですね、新しいコラムとして集会でも講演会のご案内ということで、これ関西が主ですけど、10月19日、今週か、そうですよね、明日、明後日、共謀罪成立と市民運動、関西生コン弾圧市民デモというのが土曜日の午後2時半から、これはアステップ神戸ということは神戸ですね。これ関西方面の集会デモ案内なんですね。それから10月の23日水曜日、労働組合潰しを許さない兵庫集会ということで、18時半から神戸市の勤労会館三宮から4分ということで、講師が森博之弁護士ほかと。から3つ目が11月の9日の土曜日、連続市民講座労働運動の課題と飛躍のための提言ということで、14時尼崎女性センタートレビエということで、講演がこれ熊沢誠さんという江南大学の名誉教授ですね。そしてもう一つ、11月16日土曜日、関西弾圧粉砕全国集会ということで、14時西梅田公園、 JR 大阪西西南8分、 JR 福島西南7分ということで、特に関西生コンに対する凄まじいほどの弾圧に対しての抗議講演会デモの案内ですね。そして今日の画像ですね。今日の画像が1234567、ちょっと多いんですけど、一番最初がですね、アメリカの民主党の大統領選挙の候補者がエリザベス・ウォーレン米上院議員という女性議員、彼女がバイデン元副大統領が今までずっと先頭を走ってたんですけど、彼女が初めて逆転したと
こういうニュースなんですね。でおそらく彼女が民主党の対トランプ打倒の民主党の大統領候補になるでしょうね。来年の11月ですか。ということです。そしてこのウォーレン、候補がですね、これはAFP の記事に載ってたんですけど、こういうふうに、支持率がウォーレンが急迫してついに逆転したという最新の情報ですね、これね。そしてサンダース氏は心臓の、狭窄血管が詰まっちゃうということが診察して、分かったんで、大統領候補の選挙運動を一時中断するという報道がありましてね、そのためにサンダースの人気が急落して逆にウォーレン女子の人気が上昇したということでバイデンを抜いちゃったということですね。そして、ウォーレン上院議員が提案する政策っていうのはかなり画期的なんですね。これもAFP の記事に日経新聞だ。失礼しました。日経新聞です。日経新聞は彼女が大統領候補になって毎日アメリカの大統領に当選したらどれほどのウォール街が打撃を受けるかという記事で紹介してるんですけど、彼女が提言している政策、巨大ハイテク企業を分割するといいですね。国民皆保険制度の導入から富裕層向け課税率引き上げ、グラス・スティーガー法の復活と。これは何かというと、要するに銀行が以前はこのグラス・スティーガル法によって銀行のいわゆる一般顧客向けの銀行業務と、それからいわゆる金融経済専門の証券、債券売買の業務、これを厳格に分けたんですね。いわゆる実体経済向けの銀行業務と、それから金融経済向けの銀行業務、これを銀行として分けるというのがこのグラス・スティーガル法だったんですけど、これをブッシュがですね、一緒にしちゃったんですね。ですから銀行は個人向けのあるいは企業向けのいわゆる実体経済に融資するという銀行業務と同時に、株式とか債券とか国債とかあるいは FX とかあるいはさまざまなデリバティブ金融派生商品等々の売買も同時にできるということをしたんですね。それを再び復活させて分割すると、業務を完全に分けるという、これ銀行にとっては大打撃でしょうね。それから最低賃金を2倍に引き上げると、これいいですね。それからシェールガスの採掘を禁止すると、から防衛費を削減すると、から有給産休制度の導入と、アメリカには有給休暇制度ないんですね。産休制度もないんですね。からアグリビジネスの分割と、農産物メーカー大手とというのが彼女の提言している政策ですね。だからこれは画期的なあれですね。オバマなんか足元にも及ばないほどリベラルかつ左派的かつ社会主義的かつ革命的な政策ですよね。ということです。ウォーレンが大統領になればですね、アメリカも希望が持てる国になる
いうことでしょうね。それから次にですね、これひどいですね。香港で、活動家の中心メンバーだった活動家が、これはあれだ、印刷するの忘れましたね。頭部を襲われて、重傷を負ったというあれなんですね。これはもう完全に意図的に暗殺ですよね。男性の活動家。ちょっと待ってください。そこまで来たんですね。暗殺部隊が登場していると。主要活動家、特に頭を狙ってテロですね。政治テロ。これはもう中国の人民解放軍の手先でしょうね、これね。これはないか。ちょっとないですね。画像が。失礼しました。ないですね。明日ですね。明日取り上げます。ないですね。失礼しました。それじゃあ次ですね。次の画像。これは連帯ユニオン関西生コン支部の武健一委員長と。彼がこういう方なんですね。もう77歳なんですね。武委員長は去年の8月以降、次から次へとですね、逮捕・起訴されて、いまだ1年2ヶ月経つんですけど、副委員長とともに、未決勾留中なんですね。出てこないんですね。だから裁判所も保釈を許可しないという、もう完全に警察と裁判所は一体となって、日本で、一番戦闘的な組合の委員長を弾圧しているということですよね。それからこの武委員長をテーマにしたドキュメンタリー映画ができたんですね。トゲというやつで。で、ここに書いてあるんですけど、ちょっと小さいかもしれないですけど、人の痛みは己の痛みと、武健一と。こういうことで、これ近く上映会あるんですよね。それ明日案内できると思うんですけど、こういうドキュメンタリー映画が完成して上映されるということですね。で、この武さん、このドキュメンタリー映画トゲのウェブサイトがあるんですよね。この中で武さんとは一体どういう人かということを説明してるんですけど、ちょっと読みますね。武健一とはドキュメンタリー映画トゲサイトより抜粋ということで、誰でも生まれながらにして、性や義や疑問の心を持ち合わせてきたはずだと。しかし年を重ねていくといつしか忘れてしまうと。まるで、トゲが抜け落ちるように、そのトゲを77歳になった今でも持ち続けている男がいると。全日本、建設運輸
連帯労働組合関西地区生コン支部執行委員長武健一であると。でもこの世の中こんな男がいてもいいと。徳之島に生まれの徳之島生まれの一人の男武健一の反省を描いたドキュメンタリー映画と。その男は19歳の時に島を出ると。大阪生コンクリート会社のミキサー車の運転手として睡眠時間2時間という過酷な環境の中で故郷に錦を飾るべく働いたと。しかしある日仲間が突然解雇となると。その男は会社に抗議をしたと。俺の仲間を明日から来るなとは何なんねんと。そこから男の人生は激変すると。労働者を守ろうと労働組合を作り奔走。そして早55年が過ぎたと。しかし労働環境の改善、賃金の賃上げ交渉、労働者のため中小企業のため交渉すればするほど親会社や仕入れ先の大手セメント会社や建設を請け負うゼネコンからは嫌われると。組合やその男に対する弾圧は厳しいものがあると。その中でも屈せず身を挺して戦っていると。一体その不屈の精神はどこから来るんだろうかということですね。それで2018年3月11日の春闘の時、武健一、この時は250台以上の生コンクリートミキサー車で大阪市内をパレードしたと。このニュース知ってますよ。写真も取り上げたことありますけど、これを仕掛けたのが武健一ということで、ですから政府権力側にとっては最大の敵なんでしょうね。戦う労働組合の委員長ということで徹底的な弾圧が来ているということですね。ということです。今までのところをアップしますね。なぜ日本のの問われないのか。なぜ日本の公務員の個人責任を一切問われないのかと。これですね。そして視聴者数ですね。約1000名ということですね。そして集会デモの案内ということで、これ4つ入るかな。ダメだ。1個ずつじゃないとダメなんだ。関西にいる方はぜひ行ってみてください。関西生コンに対する弾圧抗議の集会デモですね。4つありますね。
それから今日の画像、ウォーレン上院議員と、それからバイデン元副大統領を支持率で逆転したという、それからウォーレン候補の提案している政策、これは素晴らしいですよね。それからこれちょっと写真が用意できなかったんですけど、香港の民主化運動の最先頭で戦っていた若いリーダーが4、5人のボートに頭を殴られてテロられたということですね。から武さん、武健一関西生コン支部委員長、77歳ですって。それで、ドキュメンタリー映画が完成したということで、このポスターと、それからそのあれこのトゲですね、トゲのウェブサイト URL、 そして武委員長の言葉、人の痛みや己の痛みということで、武健一とは何かということですね。トゲをみんな持ってんだけど、年を取るにつれてトゲを忘れてしまうと。ただ77になった今でもこのトゲをそのまま持ってる男がいると。それが武健一だという紹介記事ですね。仲間の生コンの運転手が突然解雇されたということで、それに抗議をしたというところから彼の人生は激減したというのね。俺の仲間は明日から来るなとは何なんねんとで、労働者を守ろうと労働組合を作り奔走、そして早55年が過ぎたと、こういうドキュメンタリー映画が完成したってことなんですね。で、次に今日の映像ですね。これ生コン、関西生コンに対するいわゆる警察ばかりじゃなくてですね、もともとはこの大阪広域生コンクリート協同組合という
要するにゼネコンと生コンの、生産者、中小企業がほとんどなんですけど、直接それぞれの生コン生産会社がゼネコンと交渉しても巨大なゼネコンから値段を叩かれるということで、全関西の中小零細の生コン業者が共同組合を作って、そこをゼネコンとの価格交渉の窓口にするというふうにしたわけですよね。でもその関西広域生コン協同組合の執行部をヤクザみたいなですね、本当ヤクザですよね。ヤクザの連中が乗っ取っちゃったということで、このヤクザの連中が武委員長の、関西生コン支部を徹底的に弾圧しているということなんですね。で、警察と一緒になって弾圧しているという。で、そこに、在特会のネオナチの瀬戸宏之という、とんでもないファシストがいるんですけど、こいつも、一緒になってですね、大阪広域コンクリート協同組合の執行部を乗っ取ったヤクザな連中の先兵として働いているということなんですね。で、これらの本当ヤクザそのもの、ネオナチそのものがどのように関西生コンを攻撃しているかという現場の生々しいですね、映像がアップされてるんですね。で、これを今日の映像の中で取り上げるということで4本あるんですね。大阪広域生コンクリート協同組合を乗っ取ったヤクザ執行部と瀬戸宏之在特会ネオナチらが共謀して連帯ユニオン関生支部組合員を暴力的に攻撃している生々しい現場映像が4本あるということなんですね。で、最初、これは連帯ユニオン中央本部が作ったYouTube 映像ですね。これ見ればまさにあれですよ。ヤクザそのものですよ。から2つ目が、これはそのネオナチの渡辺、昇っていうのかな、こいつが逮捕されたという映像ですね。ネオナチそのものと。そして2度逮捕されてるんですね。そして2度目の逮捕の映像がこれと。罪状は傷害と威力業務妨害と。
これが最初の時の逮捕の時の映像ですか。渡辺ボート。そしてこの瀬戸博之というネオナチ、これが暗躍しているという映像ですね。ということです。そしてこの映像4本の映像をアップしたブログ記事ですね。関西生コン業界で今何が起きているのかという連帯のブログですね。ということです。皆さんからのコメント読みましょうかね。砂月さん、韓国社会を根本的に変えつつある、これは今日のメインテーマですね。リツイートしてくれましたね。ありがとうございます。からキララカットさん、コンティニューコイン2枚ですね。そしてずっと私のコメントが入って、K さん、前回これか、香港民主化団体リーダーをボートが襲撃と、前回襲撃回避できたって今回やられちゃったんですね。から翔さん、コンティニューコインいつもありがとうございます。から雪丸松さん、お久しぶりです、帰ってまいりましたということですね。 K さん、コンティニューコイン、アフターマッチさん、お茶ですね。からこの放送の前ですか、砂月さん、杉原博さん、日経新聞はイスラエル軍賞賛イベントを中止してくださいと。商用イベントか。それから週刊本の発見、おさひと覚書追跡劇、台湾朝鮮地球へと。から銀行容疑で電通暴行容疑か、暴行容疑で電通新聞局長を逮捕と。共同通信から安倍官邸と公明国交省という本沢二郎の日本の風景3468とか、情報戦争香港を標的に定めたツイッターマスコミに載らない海外記事、10月17日木曜日今日付ですね。からマイク・ペンス大統領でブッシュペンスでブッシュ風外交政策への期待を待ち焦がれるネオコンと共和党幹部マスコミ載らない海外記事ということですかね。ということです。そして砂月さんがいつものあれですね、初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一行一言コメントが手段嵐行為があったため禁止と。このキャスの目的は情報の拡散&共有にご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。ということです。そして今日の映像が終わって、今日の一言、これは昨日の私の、メインテーマから取ったんですね。なぜ日本では権力犯罪を犯したと思われる公務員、政治家官僚の個人責任が一切問われないのかと。で、4つの理由なんですね。第一の理由、歴代自民党政権が日本国憲法第15条1項が国民に権利として保障している公務員の罷免権を国民が
実際に行使するために必要な個別法を一切制定してこなかった。個別法がなければ単なる憲法に書かれている、いわゆる飾り事でしかないんですね。実効性が一切ないということですね。だからわざと歴代自民党政権というのは個別法を作んないと、自分たちに都合が悪いからということですね。その第2の理由、日本の放送3社、裁判官、検事、弁護士が公務員の職務上の個人責任は問わないとの合意を非公式に結んでいるからと。たとえ私たちが権力犯罪を犯したと疑われる政治家あるいは公務員を特定して彼らの個人責任を追及しようとしても、まず弁護士がそれは無理ですよと言って受けないんですね。そして個人で、弁護士が代理してくれない場合は個人で告発告訴するということだけど、検事、検察に、告発しても受けないと、受理しないと。で裁判所に告訴しても受理しないと。誰も相手にしてくんないってことですから、公務員の職務上の個人責任っていうのは一切追及されないような仕組みになっちゃったんですね、日本は。から第3の理由はマスコミですね。日本のマスコミが政治権力と一体となっているため、公務員に不利な報道は一切しないということですから、国民は疑われる権力犯罪の真相を知ることができないということで、誰がどのような権力犯罪をしてんのかという真相がマスコミが報道しないんで分かんないということなんですね。で第4の理由としては、アジア太平洋侵略戦争を主導した最大最高の戦争犯罪人である昭和天皇裕仁の戦争責任を一切、不問にして免罪免訴して、戦後名前を書いた天皇制のトップに再び就かせたという米国社会級の謀略がそのまま今ずっと引き継がれているから、公務員の個人責任は、職務上の個人責任は免罪免訴をするというのがずっと続いちゃってるという、この4つの理由ですね。から2つ目の今日の一言、日本の公務員の平均年収が国民の平均年収の 1.76 倍という先進国の中で異常なほど高いのはなぜかということですね。それは歴代自民党政権が国家公務員と地方公務員の給与と労働条件と年金で、優遇することで1、政府の命令に従順に従わせ文句を言わせないと、2、国政選挙でと地方選挙で自民党に投票させるためだと。要するに歴代自民党政権は米国の傀儡政党自民党による独裁政治を維持するために公務員355万人、国家公務員60万、地方公務員295万を税金で買収してんだということなんですね。だから異常に高いんですよ。昨日も取り上げましたけど、このリストを見れば異常ですよね。このリスト、これ日本の公務員の平均給与年収っていうのは724万なんですね。これは2016年度で、アメリカが357万と、イギリスが275万と、カナダが238万と、イタリアが217万と、フランスが198万と、ドイツが191万ということで、国民の平均年収の何倍かというと、日本は 1.76 倍、アメリカが 1.10 倍、イギリスが 1.15 倍、カナダは 0.94 倍、イタリアが 1.09 倍、フランスが 1.10 倍、ドイツが 0.93 倍と。
だせいぜい高くても1.15ということなんですけど、1.76倍っていうのは異常なんですね、これね。というのが今日の一言ですね。このことも日本のマスコミが報道しないから、ほとんどの国民は知らないですね。で、なんで6年連続人事院勧告が公務員の給与の値上げを勧告する人事院勧告がそのまま安倍政権によって6年連続で、受け入れられているかというのはこれなんですよ。要するに税金で買収してるわけですよ。ということで、今日の一言、これですね。なぜ日本では権力犯罪を犯したと思われる公務員、政治家と官僚の個人責任が一切問われないのかと。これは昨日のテーマだったんですけど、一昨日か。4つの理由があると。で、第1は、憲法第15条で、第15条の1項で、国民は公務員の選定罷免権を持っていると。それは国民の固有の権利であるというふうに謳ってるんですけど、選定する権利っていうのは4年に一度選挙で選ぶということは保障されてるんですけど、罷免の権利っていうのは個別法がないんで使えないんですよね。わざと歴代自民党政権は個別法を作ってなかったと。そのことを野党も誰も、学者もマスコミもから市民活動家も誰も問題にしないで、そのままずっと戦後70年以上来てるということでしょうね。から第2は、放送3社、裁判官、検事、弁護士が公務員の職務上の個人責任は追及しないという取り決めを知ってるからですよね。非合法。第2の理由。第3の理由。これはマスコミが公務員に不都合な事実は報道しないというふうになってるんで、国民は知らないですね。おかしいと思うけど、それじゃあ具体的に誰がどうなってるのかっていうことを一切報道しないから特定できないということでしょうね。から4が、アジア太平洋侵略戦争の最大最高の戦争犯罪人昭和天皇裕仁を免罪免訴して戦後の名前を変えた天皇制のトップに据えたという米国支配階級の謀略がですね、そのままずっと現在まで続いているということでしょうね。そして2つ目が、日本の公務員の平均年収が国民の平均年収の 1.76 倍という桁違いの高給を与えられているのは何なのかと。
でこの画像があるわけですよね。ダントツ世界一と。それはなぜなのかと。それは歴代自民党政権が国家公務員と地方公務員の給与と労働条件と年金で優遇することで、一政府の命令に従わせ文句を言わせないと。二、国政選挙と地方選挙で自民党に投票させると。この2つの目的があるからだということですね。それはもう完全に税金による買収なんですよね。権力犯罪ですよ。歴代自民党政権は米国の傀儡政党自民党による独裁政治を維持するために公務員355万人と、国家公務員60万と、地方公務員295万と、355万人を税金で買収してんだということなんですね。だから公務員は権力犯罪が行われてても黙ってるんですね。内部告発しないとですね。から今日の注目情報ですね。関西弾圧粉砕へ議員の声明と兵庫で3つの集会と、民主主義の危機ですということで、連帯ユニオン関西生コン支部への大弾圧に反対する自治体議員の声明というのがあるんですね。これ関西の自治体議員なんですね。で、声明ですね。全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部以下関西関生支部とに対する国家権力による激しい弾圧が続いていると。ストライキしたら威力業務妨害、アルバイトの正社員化を要求したりと、保育所へ提出する就労証明書の発行を催促すると、強要未遂といった具合に全く正当な労働組合活動を犯罪にでっち上げ、再逮捕を含め延べ90名近くが逮捕され、うち50名以上が起訴されたと。委員長副委員長は再逮捕を繰り返して1年以上にわたり勾留され続けていると。憲法28条によって保障されている労働基本権、団体交渉権、争議権を踏みにじるものであり、立憲主義、民主主義を破壊する前代未聞の異様な大弾圧であると。関西支部は中小企業がほとんどの生コン企業を協同組合に組織し、集団交渉と共同受注によって交渉力を高めることで、ゼネコンやセメント大手による買い叩きに対抗、賃金や安全衛生環境など労働条件の大幅な向上を勝ち取るのみならず、基準を超える水を加えるシャブコンや過剰積載などの法令違反が横行し、暴力団が暗躍していた業界の近代化にも大きく貢献してきたと。また戦争法案や共謀罪など悪法の成立を阻止する運動や、沖縄の米軍新基地建設反対運動、脱原発の運動など政治的な課題にも積極的に関わってきたと。その関西支部が昨年夏以来空前の大弾圧にさらされていると。この度の関西支部への
弾圧について、神生支部への弾圧について、江南大学名誉教授熊沢誠氏、労使関係論、社会政策論は、およそ民主主義国家の法的な到達点を無視する常軌を逸した組合潰しの試みであり、労働運動史上でも稀に見る公然たる労働組合運動の否認だと厳しく指弾していると。また、共謀罪対策弁護団共同代表の海渡雄一弁護士は、労働組合の日常的な活動の一部を犯罪事実として構成し、これに関与した組合員を一網打尽に検挙し、デジタル情報の収集によって関係者間の共謀を立証することで、犯罪としようとしている点において、共謀罪弾圧の大規模な開始を告げるものと、政治的な系列や労働運動の方針の違いを乗り越えて、最初に共謀罪弾圧のターゲットにされた生コン支部を幅広い勢力によって支援することで、弾圧拡大を食い止める上で決定的に重要だと。この弾圧を見過ごしてはならないと訴えていると。私たち自治体議員は地域に密着して活動し、時には住民とともに行政に対して異議申し立てをすると。関西支部への弾圧は決して他人事ではないと。この度の大弾圧を全ての労働運動、社会運動への弾圧であり、結社の自由や労働組合活動の自由、さらには立憲主義と民主主義の危機であると受け止め、警察、検察に強く抗議するとともに、捜査に名を借りた弾圧を中止し、今なお交流している組合員を直ちに釈放するように求めるものだと。2019年10月ということで、神戸市議栗原富夫から高須市議かな、伊奥正樹、宝塚市議大島妙子から豊中市議木村誠、この人からですよね、例の森友学園の最初の暴露した市議ですよね、木村さんから川南町川南っていうのかね、町議佐々木喜恵さんから日向市議杉谷信夫、神戸市議高橋信輝、前門真市議戸田久義から箕面市議中西智子から大阪府議野々上愛から前茨城市議かな山下慶樹から西宮市議四谷薫っていうのかな、これ全部関西の人たちですよね。という神生支部への未曾有の警察、検察から裁判所ですよね、裁判所も入ってるんですね、に対する抗議です。これまるで大役事件ということですね。ということです。これはもう完全に安倍晋三をトップとして、その下に、菅官房長官で、その下に、悪の権化、杉田副官房長官と、それと北村はじめ、そして、例の伊藤詩織さんの逮捕を強姦した、誰でしたっけ、TBS の元のワシントン支局長、彼の逮捕を直前で、キャンセルさせた、今の警察庁の審議官かな、ナンバー3なんですね、出席してですね、中村角っていうのかな、
全部つながってるんですね、これやってるのはね。そして検事と裁判所が全部つるんでると。そして、さっき、取り上げましたように、広域、関西広域生コン協同組合のを乗っ取った執行部のヤクザ連中と、それから在特会の瀬戸ネオナチですねらが全部一体となって総攻撃しているという図ですよね。ということです。山口だ。山口ですよ。のこのこさん、お茶バク店ですね。山口紀之っていうのがね、まだいいんだねこいつ。砂月さんですね。ということです。時間が今何分ですかこれ。54分45秒。視聴される方は58分か。39名、全体で81名、コメント45件ということですね。で、今日の推薦図書の朗読部分ですね、ジム・ロジャースの日本への警告と、第36回目の朗読ということで、第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だと。今日読むところは、アメリカの経済制裁がロシアの農業を後押ししたということですね。これは2ページですね。ここ読みますね。アメリカの経済制裁がロシア農業を後押しと。昔私がロシアをオートバイで横断した時には道路はほとんどないと言っていい状態だったのだが、今はあらゆるところに高速道路も橋もできていると。これらはプーチン大統領の時代に作られたものだと。モスクワの空港でも変化に気がつくだろう。中国人であふれ返っていると。5年前はモスクワの空港に中国人は誰一人見当たらなかったのだが、今は空港も赤の広場も中国人がいっぱいで、中国語があちこちで聞かれると。以前はロシアに行くのは嫌だったが、変化している最中だったから私は楽しみだと。ロシアが変わろうとしているのだから自分の考えも改めねばなるまいと。国土が広すぎて、管理が困難という問題を抱えるロシアはアメリカや中国のような大国になる可能性は低い。それでも分野によっては成長する見込みがあると。私はロシアの ETF やアエロフロートの株式に加え、農業分野の企業にも重点的に投資をしていると。私がロシアの農業に期待する理由の一つがアメリカの存在だと。皮肉なことに、アメリカがロシアに加えている経済制裁がロシアの農業を成長させているのだと。ロシアでは経済制裁により食料を自由に輸入することができない。そうすると自国で、作物を育てることになると。その結果、本来であればグローバル経済の中であらゆる、国がアメリカなどの農業大国との競争にさらされるものだが、ロシアは影響を逃れているというわけだと。アメリカはロシアを攻撃しているつもりでいるかもしれないが、その間にロシアの農家はグローバルな競争にさらされることなく、最新の機械を導入し、規模の経済を獲得していると。経済制裁はロシアの農家にとってむしろギフトに他ならないのだと。アメリカがこの事実に気づいて経済制裁を解除する頃には、ロシアの農業はすでに成長を遂げ、アメリカを凌駕する規模を獲得していることだろうと。その時になって初めてアメリカはなぜロシアの農業はこれほど巨大なのかといういぶかしむことになると。これはトランプ大統領あるいはオバマ前大統領によってなされたことであるにもかかわらず、ロシア文学には豊かで成功した農家が大勢登場すると。歴史的に見てもロシアの農業には
成長の見込みがあるという証左だと。ロシアには農業に適した土壌が豊富にあり、何百年もの間農業を大規模に営んできていた歴史があると。アメリカがロシアと中国両国に経済制裁措置を取っていることを忘れてはならないと。これもアメリカのひどい間違いだと。なぜならこの経済制裁がロシアと中国を接近させ、両国の発展に寄与しているからだと。債務が少ない国であることもロシアにとって有効に働くと。アメリカや日本をはじめとする多くの国が借金を重ね、次世代に負担を押し付けているが、ロシアは違うのだと。これは誰もロシアに金を貸さないことが理由だが、昔の中国や今の北朝鮮とも似ていると。現在世界の中で国債を購入するのにふさわしい国はロシアくらいしか思いつかない。事実、私はロシアの短期債を持っているということで、これはなかなか鋭い指摘ですね。アメリカの経済制裁によっていわゆる農業大国アメリカとの競争を逃れているということで、大規模近代的な農業が急成長していると、ロシアであるということですね。なかなかこういう視点というのは僕らはなかなか見えないですけど、さすが国際投資家ですね。土山純一さんですね。お茶枠店とコンティニューコイン2枚ですね。はい。今日は山崎さんの顔色が良いですねと。ツヤツヤしてる。ああ、そうなんですかね。よく寝てるからじゃないですかね。私は睡眠を取れれば体調がいいんですね。逆に睡眠が不足するとダメなんですね。ということです。で、今日のメインテーマですね。そうか。今日読んだところのタイトルだけアップしますね。マイナス11。今日のメインテーマ、韓国社会を根本的に変えつつある韓国市民運動を扇動する市民メディアニュースタパとは何か。ナンバー1、ニュースタパ日本語字幕配信プロジェクトの人たちが日本の市民向けに作成し、去年2018年12月24日に配信した下記のニュースタパ紹介映像の中から重要ポイントをまとめたということなんですね。今日のメインテーマ。この映像の中のインタビューは日本語を話すニュースタパ日本語字幕配信プロジェクトの女性が創設者の一人であるパクさんですね、記者にさまざまな質問をする形で行われているということなんですね。で、この映像はニュースタパ訪問、市民メディアが誕生したら日本のメディア全体を変えられるということで、このニュースタパ日本語字幕配信プロジェクトチームが作ったんですね。2018年12月24日付に配信されてるんですね。で、コメントとして説明としてニュースタパ日本語字幕配信プロジェクトを開始して半年ということは去年の6月ぐらいにできたんですね。この配信プロジェクト日本語字幕配信プロジェクトチームニュースタパを訪問したと。開設当時からのメンバーのパク記者から日本の視聴者の皆さんへの熱い思いを語っていただきましたと。で、権力から独立した
権力から独立した市民メディアがあったら日本のメディア全体を変えられると、日本の社会を変えられるという熱いメッセージですよこれね。で重要なポイントですね。この映像の字幕を書き起こしたということで、最初の部分とそれからインタビューの2つに分かれてるね。最初の部分っていうのはニュースタパの編集部を紹介した映像ですね。その中での説明文の書き起こしですね。で1、韓国のジャーナリストたちは権力の報道介入と戦い解雇され、市民のサポートのみに依拠して自分たちの放送局を作ったと。で公共放送 KBS、MBC 民放放送 YTN の記者たちはイ・ミョンバク、パク・クネ政権の報道介入と戦い、3万4千人の市民のサポートでスポンサー広告完全排除のニュースタパを設立し、現在記者20名、総勢47名のニュースタパを作ったんですね。で権力と財閥の不正を監視するだけでなく、マスコミを監視して韓国マスコミが権力の圧力に屈しないために多大な役割を果たしているということだね。でろうそく革命の一翼になったジャーナリストたちの戦いとニュースタパの試みは世界のメディアが注目していると。確かにそうですね。非常に先進的なメディアですよね。で第2部のインタビュー部分ですね。インタビュアーと創設者の一人であるパク記者との答えを書き起こしたということで、全部はちょっと時間切れでできなかったんですけど、1、ニュースタパがインタビュアーの質問ですね。ニュースタパができたいきさつをお聞きしたいと。ニュースタパが誕生したのは2012年と、7年前なので、2012年当時解雇された労働者と言論労組、マスコミの労働組合の活動家、私もでしたが、そしてマスコミ界の先輩方のフリーランスのジャーナリストも含まれていましたと。2、マスコミが隠している真実を正しく伝えようと創立したと。そして今は3万4千人の市民が毎月ニュースタパをサポートして、今はスタッフもとても増えていると。3、そして、政治家の嘘、政治家や公務員の国民の税金を不正に使ったり、ダメな政策で国民の税金を浪費したり、政治家の嘘をマスコミはそのまま放送しますよねと。それはマスコミが嘘の共犯者ということですよねと。4、そうしたマスコミの嘘をニュースタッパーが見逃さず、これが真実だと絶えず伝えています。そしてその成果もあり、韓国ではろうそく革命がありましたよねと。大統領府の前でろうそくを掲げて政権交代をさせたことがありましたねと。そして政権が交代したその理由をニュースタパは、生活の中で理不尽なことがたくさんありますよねと。5、代表的なことがヤン・ジンホパワハラ事件ですよと。社長というだけで多くの社員に対して暴行し、侮辱を浴びせ、理不尽な人権を蹂躙したと。踏みにじる行為を私たちは事実を伝えたと。こんな人間が二度と現れないように、それから非正規労働者、臨時雇用であったり、賃金も安くされ、労働も搾取されて人々の実態を、生活周辺、国民は政治の話だけを聞きたいのではなく、生活の中の不条理と理不尽を絶えず告発して市民の日常が良くなるように努めてきたと。このヤン・ジンホパワハラ事件っていうのを私も取り上げたことなんですけど、これはひどいですね。 IT 企業の会長がもう社員の目の前でですね、職場ですよ、
一人の社員を侮辱して、強烈なパンチを何発も浴びせてる映像がこのニュースタパが流したんですね。そして、その後もこのヤン・ジンホという会長を追っかけて、突撃取材をして、でついには彼は警察に逮捕されるというとこまで行ったんですね。でインタビューはパクさんはもともと MBC で、勤務されてましたよねと。そんな大きな民放放送局からニュースタパに移りどんな苦労があるんですかと。もちろん MBC より当然収入は少ないですよねと。しかしそんなことが全てではないですよねと。そして2012年当時、これからはニュースタパ形式のスポンサー排除、市民の会費で、運営する放送局が絶対必要だと私が最初に言ったので、私は喜んで責任感を持っていますよねと。私がやらねばと言って、と言った手前か、本来のメディアの姿を国民に示すべきだと。今までにない未来に本来あるべきメディアを立ち上げて国民に基準を示せばならないと。そこまで放送する必要がある。それを視聴者に対してだけでなく、既存のマスコミに対しても示す必要があるためにここで仕事してんですよと。でインタビューはですね、脅迫か、政府や大きな報道機関からの脅迫や危険を感じたことはと。私たちはそうした圧力があったとしても圧力と感じないですよと。圧力脅迫と感じることはなく、なぜならばニュースタパをサポートしてくれる3万4千人の市民がいるために私たちは恐れないと。そんな圧力があればそのことを市民たちにそのまま報道すると。そうすれば私たちを脅迫する人々の方がむしろ萎縮しますよねと。自分たちの狭さが明らかにされるため、むしろサムソンや国家情報院政府が脅迫してきてもそれをそのまま市民に報道してきたので、直接的な脅迫はほとんどなかったですよと。で、インタビューはですね、次の質問ですが、ろうそく革命があって正しい報道が行われるようになってニュースタパが活動していたチェ・スンホや多くのチェ・スンホ PD ですね、プロデューサーや多くの記者が KBS、MBC に戻られましたよねと。チェ・スンホっていうのは社長になっちゃったんですね、 MBC の。ニュースタパで、2つのドキュメンタリー映画を彼は撮ってるんですね。突撃記者してる本人ですよね。彼が MBC、古巣の MBC の社長になっちゃったんですね。というように、ニュースタパで活動してた記者がMBC とか KBS に戻ってるんですね。そうした中、ニュースタパがまず報道したことを他の大手報道機関が続いて報道する事例が多くなったと。ヤンジンホパワハラ事件がそうですよねと。そのように韓国のマスコミ全体でのニュースタパの影響力や役割、どのようなお話をしていただきたいと。でこれまでのマスコミは競争でしたよねと。最初に報道しようと特ダネ競争をしてたと。私どもはむしろ競争するよりも言論機関が協力して、例えば私たちが最初に報道できるニュースがあったら他の報道機関と一緒にその問題を報道して社会に大きな影響力を及ぼすように努力すると。そうすることで、実際に報道を通して多くの人々に伝えられますよね
多くの人々に伝えられたら社会問題が解決されたり改善できる可能性が高まりますよねと。ヤン・ラン寸法事件も私たちが他の報道機関とともに報道してヤン・ホンジという人物がすぐに逮捕されたでしょうと。それを見ても報道を通して、実質的に問題を解決できることの証明でしょうと。もし私たちだけが特ダネ報道してニュースタパが有名になることが望みではないと。他の多くの言論機関も社会を変えるために、参加してほしいと。そして参加してくれたらニュースタパが協力できることがあれば私たちが協力して、記者会見を開くときは他のメディアも資料を提供して、いい報道ができるように協力しますよという、これ日本のマスコミに、聞かせたいですよね。特ダネ競争しても何になるのと。協力してその問題を報道することによってできるだけ多くの人に知らせると、問題を知らせることによってその問題を解決できる可能性が高まると。だから毎回言ってますように毎日新聞とかあるいは読売新聞とか等々っていうのは、日経もそうですよ、朝日もそうですけど、今有料記事を有料化して途中までしか読めないですね。特に毎日は本当あれですよ、犯罪的ですよね。以前はそっくりその記事を私はよく引用してたんですけど、最近は全体の中のほんの最初の部分で切れちゃうんですよね。そのことは報道機関の最初の、義務ですよね。国民に真実を知らせるという義務を果たしてないわけですよ。金儲けのために切り売りしてるということで、毎日新聞もう先行きは暗いでしょうね、このままいくとね。で書いてる記者も結局自分の書いた記事が多くの人に見られることなく有料記事として、購読料を払った人しか読まれないということに対して何を感じてるんですかね、彼らは。会社に抗議しないんですかね。自分の書いたものは全部公開してくれというふうに要求すればいいんですよね。東京新聞は全部読めますよね。まるで田中隆作さんみたいな人ですねという、このパクさんですね。星の王子様コンティニューコイン2枚ですね。ということで、ニュースタパ本当偉いですよね。そして特に日本の市民我々に対して、日本語の字幕で配信するプロジェクトチームをもう1年前から作って、そして配信してくれてるんですね。だから私はそれをできるだけ、毎回ですね、コーナーを設けて、ニュースタパ配信ということで、ニュースタパの日本語記事を配信しようと思ってます。これナンバー1で、ナンバー2が続きで、明日かあるいは来週かやろうと思います。早稲田クロニクルも本当ニュースタパぐらいの突破力、タパっていうのは打破ですからね、突破力解決力を身につけてもらいたいですよね。なんかいまいち、迫力がないという感じですよね。それで早稲田クロニクルに毎月1000円とか2000円払ってる人の数がせいぜい1000人ぐらいしかいないんじゃないですか。3万4000人のニュースタパと比べたら全く比べ物にならないぐらいですよね。誕生してから2年ですけど、何なんでしょうね。もともと日本人はそのような
得体の知れないものに対して、協力するっていうあれがないんですかね。でも週刊金曜日が創刊した時は最初は5万4千人ぐらいが定期購読してたんですよね。今おそらく1万切っちゃってるんですか、切っちゃってるんじゃないですかね。ということですね。全部読めるのはリテラと日刊現代ぐらいと。日刊現代そうですね。ということで、今日のメインテーマのポイントだけアップしますね。3万4千人が毎月1000円だと3400万。年間で3億とか4億ですから十分やっていけますよね。記者20名、総勢47名。韓国市民もすごいですよね。ハンギョレもすごいけど、ニュースタパもすごいと。だからオーマイニュースっていうのがもう10年ぐらい以上前からやってるんですけど、いまいちですね。オーマイニュースは最近あんまり話題にならないですね。オーマイニュース、日本でオーマイニュース私も参加してたんですけど、1年で、ソフトバンクの孫さんがポケットマネーで、大々的に始めて、初代の編集長を鳥越さんにしたりして高級を与えたんですけど、結局彼は途中で放り投げたんですね。それで1年ちょっとぐらいしか続かなかったんじゃないですか。ニュース、オーマイニュース、韓国のオーマイニュースはまだやってるみたいですけど、ニュースタパーが登場してからちょっと冴えなくなりましたね。ハンギョレ新聞も日本語版が必ずついてきますんで、大したもんですよね。長い記事を全部日本語にしてるんですよね。これが今回の YouTube 映像の URL です。チャンネル登録者が152名しかいないですね、まだね。日本語の配信に登録してる人が YouTube。これ広めないとダメですね。で、重要ポイントですね。最初1、イ・ミョンバク政権とパク・クネ政権による権力の報道介入に反対した記者たちが結局解雇されて、で解雇された記者たちが集まってニュースタパを作ったと。それが2012年なんですね。で今では3万4千人の市民のいわゆる寄付で成り立っているということですね。吉行さんですね。お茶爆店ですね。KBS とか MBC とか民放の YTN の記者たちは
イ・ミョンバク、パク・クネの報道介入と戦い、3万4000人の市民サポートでスポンサーなし広告排除のニュースタパを設立したと。で記者20名、総勢47名。ニュースタパは権力との財界の不正を監視するだけでなく、マスコミを監視して、韓国でマスコミが権力の圧力に屈しないよう、多大な役割を果たしていると。これはすごいですね。ろうそく革命の一翼を担ったジャーナリストたちの戦いとニュース打破の試みは世界のメディアが注目しているとですね。インタビュアー創設ニュースタパが誕生したのは2012年と。12年当時解雇された労働者からマスコミの労働組合、報道労組で、フリーランスのジャーナリストたちが合流したと。マスコミが隠している真実を正しく伝えようとしたと。そして今は3万4000人の市民が毎月ニュースタパをサポートして、今はスタッフとも増えてると。すごいですよね。47名ですよ。そして政治家の嘘、政治家や公務員の国民の税金を不正に使ったり、ダメな政策で国民の税金を浪費したり、政治家の嘘をマスコミはそのまま放送すると。それはマスコミが嘘の共犯者だということです。まさにそうなんです。日本はもう共犯者どこか主犯者ですよね。主犯ですよね。日本のマスコミは共犯どころじゃないですよ。そうしたマスコミの嘘をニュースタパが見逃さず、これが真実だと絶えず伝えていると。そしてその成果もあり、韓国ではろうそく革命がありましたと。これでパク・クネ政権を打倒したんですね。一体化してる。マスコミは権力と一体化してると。そうですね。完全に一体化してますね。共犯どころじゃないんですね。大統領府の前でろうそくを掲げて政権退陣をさせたことがありましたと。そして政権交代したと。その理由、ニュースタパは生活の中で、理不尽なことがたくさんありますよねと。単に政治的な話題だけじゃなくて、むしろ生活の中での理不尽、代表の時がヤン・ジン・ホ・パワハラ事件、社長というだけで多くの社員に対して、暴行し、侮辱を浴びせ、理不尽な人権蹂躙を
人権を踏みにじるということを公然とやってたんですね。だから今回の神戸市の小学校1年以上も20代の教師を4人でいじめたと。いじめじゃなくてまさに権力組織犯罪でしょ。人権を踏みにじる行為をしたと。ですぐに逮捕されたんですね、この社長はね。だ結局報道機関っていうのは単に報道するだけじゃなくて、報道したことによって問題が解決されると、社会が良くなると、そこなんですよね。報道すれば終わりというんじゃないんですよね。でパク記者はもともと MBC という大放送局にいて、給料も高いしという、それで、ニュースタパに移ってどんな困難があったんですかと。もちろん MBC より当然収入は少ないと。しかしこのことだけが全てではないと。そして2012年これからニュースタパがこのパクさんが言い出したんですね。広告なし、スポンサーなしで市民の寄付だけで成り立つ放送局が必要だと。だから自分で言い出したから自分で責任取ってやったんですよと。私が最初に言ったからと。今までにないメディアを作るべきだと。日本のマスコミも特に幹部連中経営者っていうのは自民党に買収されてるんでしょうね。で脅迫等々感じたことはないですかと。もう1時間33分。あれ1時間半過ぎてるのに今日は途中でダウンしないですね。ちょっとあれですね、時間がなくなっちゃったんで一応このぐらいにしますかね。全部やってると2時間ぐらいになるから。ということで今日のニュースタパこれ続きますんで、ということです。今日のトピックスですね。トピックスは速報ですね。イギリスと EU が離脱条件で合意したということで、ですから合意なき離脱ではなくて合意をした上で離脱するということがほぼ決まったっていうことですね。だからどっちにしても離脱するわけですよね。戦前からというより江戸時代からという、そうですよね。お知らせの世界ですからね、日本はまだ。から2つ目、これがあれですね、日経新聞の
米ウォール街が身構えるウォーレンリスクという日経新聞らしいタイトルですね。ウォーレン副大統領が有力な、副大統領じゃないな、候補者が有力な民主党の大統領正式候補者になる可能性が強まったということで、それに対してウォール街は身構えていると言います。からこれが香港の民主化リーダーが襲撃されたという殺人テロですね。明日英国議会で採決されるかどうかですねと、メイ首相も同じところまで行ってたと思いますということで、否決されたらもう合意なき離脱に行くんでしょうね。安倍首相を内乱罪で告発と、最高検が東京地検へ回送ということで、これそうですね、これは元参議院議員の平野貞夫さんが昨年9月に安倍首相を憲法違反行為の内乱予備罪で最高検察庁に、刑事告発した一件だから1年経って東京地検に回したという、何なんだと、時間稼ぎしてるんですねこれね。スコットランドアイルランドどう出るかということですね。離脱すればスコットランドアイルランド北アイルランドは独立運動が激しくなるでしょうね。で彼らは EU の方に加盟するんじゃないですか、独立して。から IMF 経済成長率、これ半グラですから、韓国の経済成長率を 2.6 から 2.0 に下げたという。でもそれでも 2.6 あったんですよ、韓国が。日本は 0.9 ですからね。それがまた下がったんですね。700兆円ものアベノミクスで、税金とから日銀券の信用創造をして、それが一体どこに行ったのかと。実体経済に行けば 0.9% の成長率ってのはありえないですよね。だから結局金融経済の方に行っちゃったんですね。で森裕子議員の通告内容が外部に、異論ということで、質問権侵害の大問題、日韓現代。これは日韓現代しか報道してないですけど、14日に、参議院で質問する予定の質問の内容が事前に、下越大学の教授をやってる高橋、陽一郎か、彼の方に漏れてたんだよね。でそうだ、14日前日だ、10月15日に彼女は質問をする予定で、参議院の事務局に事前に質問内容を伝えてたのね。そしたら14日の前日にインターネット番組虎ノ門ニュースという、これで、森議員の通告時間と官僚の深夜残業が話題となったということで、出演者の高橋陽一、下越大学教授が、私も質問通告を見ましたよと、私の関連も入ってたということで見てるんですね。これね、とんでもないことが起こったんですね。から避難所でホームレスを追い返した台東区職員のルンルン生活で日韓現代、彼らの給与も出てますね。民間430万のところを670万ということで、私のあれと
同じかな、412万が738万。だからそれにいろんな手当がつくからもっと高いんでしょうね。こういう報道は日刊現代ぐらいしかしないんですね。大手マスコミは一切沈黙しちゃってると。まさにルンルン生活ですね。から今日の重要情報、安倍応援団が台風15号で安倍政権が八つ場ダムを復活させ氾濫防いだと失笑デマ。安倍政権は治水予算を大幅削減してたということがリテラですね。これはもう完全に世論誘導を意図的にしてるんですよね。これは自民党のネトウヨを集めた自民党と、それから電通、それと内調、この3社が意図的にやってるんでしょう。リテラ。ということで、1時間41分で不思議ですよね。昨日、おとといは1時間半でダウンしちゃったんですけど、今日は1時間41分やっても途中でダウンしないですね。かなり意図的にやってるんですかね、これね。ということで、今日の放送ちょっと長くなりましたけど終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトありがとうございました。ということで、現在、日本時間で23時31分は夜の11時32分になっちゃいましたね。ということで、今日の木曜日の放送これで終わります。また明日金曜日、よろしければまた合流してくださいということで今日の放送終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。砂月さん。